皆さんこんにちは、持田あかりです。今日はダイソーの毛糸を使った猫耳帽子の作り方をご紹介します。Y2K な雰囲気でとっても可愛らしい帽子です。実はこの帽子、編み方はとっても簡単なんです。できるだけ丁寧に作り方を説明していきますので、ぜひ動画を見ながら編んでみてください。それではスタート。まずは仕上がりの大きさです。この猫耳帽子、実は四角い形をしているだけの帽子です。これをかぶると角の部分が耳のように見えるようになっています。なので広げた時はこのような単純な形になっています。広げた状態だとだいたい平置きで29センチ ×25 センチ。今回は緩めの方が可愛いかなと思うので少し大きめのサイズになっています。使用する毛糸はダイソーのアクリル毛糸並太です。アクリル 100% の毛糸で1玉あたり 35g 59メートルです。使用針の目安はかぎ針の6から7号となっています。使用した毛糸の数はシェルピンク1玉、ヌーディーベージュ1玉です。今回大きめの針でかなりざっくりと緩く編みました。緩く編んで1玉ギリギリ使い切った状態なので、編む人によってはもう1玉用意しておくと安心かもしれません。使う道具はかぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は10号と9号を使用しました。10号は最初の鎖編みを編むときに使います。それ以外は9号で編みました。今回の作品のポイントはこの太めのかぎ針を使うというところです。使用針の目安の号数よりもかなり大きい針を使っています。そうすることでふんわりとした印象に仕上がってとっても可愛く仕上がります。それでは最初は10号のかぎ針を使って鎖編みをしていきます。まずは毛糸を指に巻きつけてこの輪っかの中に毛糸を通します。通した毛糸を針で拾います。鎖編みをしていきます。1回目の鎖編みが編めたらここにマーカーをつけておきます。ではここから必要な数だけ鎖編みをしていきます。鎖編みはきつすぎないように緩めに編んでください。64目鎖編みを編みました。それでは最後の鎖編みのところにマーカーをつけておきます。最後の鎖編みにマーカーをつけておきました。最初の鎖編みの数で帽子のサイズを大きくしたり小さくしたりできるのですが、目の数は偶数にしておいてください。鎖がねじれていないかを確認します。もしねじれていたら直してください。ねじれがないことを確認したら、この最初のマーカーをつけた目の裏山に引き抜き編みをします。引き抜き編みができました。もう一度鎖がねじれていないかを確認します。ここで編み針を10号から9号に変えます。
ではここから立ち上がり3目鎖編みをします。この鎖の3目めにマーカーをつけておきます。マーカーがついたら、ここからこの鎖編みの裏山のところに長編みをしていきます。裏山というのはこの三つ編みのように V 字になっている方ではなくて、これをくるっと返した裏側にポコポコと山のようになっている部分です。マーカーをつけた一つ手前の鎖のところまで長編みを編んできました。最後にこのマーカーをつけてある鎖編みに長編みをします。で最後マーカーをつけた目に長編みをするのですが、この次の段は色を変えて次の糸の毛糸で編みたいので、長編みを完成させる一つ手前まで編みます。そして次の段の色の毛糸を持ってきて、この毛糸で最後引き抜いて長編みを完成させます。長編みが完成したらここにまたマーカーをつけておきます。そしてこちらの最初の立ち上がり鎖編み3目の3目目にマーカーをつけたここの目で引き抜き編みをします。これで完成です。編み地がねじれていないか確認してください。3段目を編んでいきます。この帽子は下の方を折り返して着用するデザインなので、最初の何段かの分は裏側が表になります。ですので最初のだいたい5段目ぐらいまでは糸端を切ってその都度編みくるんでいきます。ベージュの毛糸をカットします。では編み始めていきます。まずは立ち上がり鎖3目です。この3目目のところにまたマーカーをつけておきましょう。そしてここからはまた長編みをしていきますが、この先ほどの糸端を編みくるみながら編んでいきます。こう針を刺した時に糸端をこう針の上に乗せて編みます。
このように3段目を編んでいきます。マーカーをつけた一つ手前の目まで長編みを編みました。最後にこのマーカーをつけた目に長編みを編みます。次の段でまた色を変えるので長編みの途中まで編みます。そして次の段の色の毛糸を持って最後引き抜いて長編みを完成させます。長編みが完成したらここにマーカーをつけておきます。今回も先ほどと同じように最後は編みくるんで糸端の処理をしたいので一度ここで糸を切っておきます。この3段目に使ったピンク色の毛糸をカットします。そしてこの最初の鎖編みのところにつけてあるマーカーのこの鎖の3目目に引き抜き編みをします。これで3段目の完成です。4段目以降も同じ要領で編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目編んで3目目のところにマーカーをつけておきます。マーカーをつけたらあとは長編みをすべての目に編んでいきます。この時この糸端の2本を編みくるみながら編んでいきます。6段目まで編んだところです。裏側はこのように糸端をカットしてすべて編みくるんであります。この飛び出てる毛は後でカットしておきます。で、これ以降は糸をつなげたまま編んでいきます。カットする必要はありません。今、前の段を編んでいたベージュの毛糸と新しくつないだピンクの毛糸が両方出ている状態です。今まではこのベージュの毛糸をカットして編みくるんでいましたが、ここからはカットせずつなげたままここに置いておきます。で、新しくつないだピンクの毛糸のこの糸端だけを編みくるみます。次の段からはピンクの毛糸もカットせずこのままにして交互に使っていきます。このピンクの糸端だけを編みくるみます。マーカーをつけた目の手前まで長編みを編んできました。最後にこのマーカーの目に長編みを編みます。で、ここで新しい糸に変えるのですが、前の段でそのまま切らずに置いたこのベージュの糸をそのまま持ってきて使います。で、
で、今度はピンクの方の糸は後ろに置いて、使う段が来る時までそのままにしておきます。この後はいつもと同じように編み進めていきます。そして必要な長さまで編んでください。17段目まで編んできているところです。17段目、一番最後のマーカーのところまで長編みを編みました。ここはもう糸を変える必要はないので、このピンク色の毛糸のまま長編みを完成させます。そして最後にこの赤いマーカーのところに引き抜き編みをします。で、この時裏側に出ているベージュの毛糸とこのピンクの毛糸を一緒に引き抜き編みしていきます。2本引き抜き編みをしました。今ここに引き抜き編みをした毛糸が出ています。ここをこれから閉じていくのですが、一番最後の段はピンクで編んだので、ピンク色の毛糸を閉じるのに使います。ですのでピンク色の毛糸は長く残してください。ベージュの毛糸は10センチぐらい残してカットしておきます。今回ピンクの毛糸がもうちょうどあとこれしかないので、ピンクの毛糸はこのまま使います。ベージュの方の毛糸は10センチぐらいでカットしておきます。ではピンクの方の毛糸をとじ針に通します。毛糸をとじ針に通したら、長編みの頭のところに針を刺してかがっていきます。最後まで縫うことができました。この糸端は裏面に持っていって糸始末します。適当な場所に針を刺して糸端を裏に持っていきます。そして編み地を裏返します。目立たないところに針を刺して糸を始末します。あとは糸をカットすれば OK です。他にも糸が出ているところは同じようにとじ針を使って目立たないところに入れてください。すべての糸を始末できたらこれで完成です。かぶるときは下の部分を折り返してかぶってください。自然と猫耳の形になります。お疲れ様でした。皆さん、帽子は完成しましたか？ダイソーのアクリル毛糸はいろいろな色がありますので、この色の組み合わせ以外にもオリジナルの組み合わせで楽しんでみてください。これからもいろいろな編み物の動画をアップしていこうと思っていますので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。